オリバーが求めたベタープレイス。それは、すでに存在していた可能性があります。その正体は、プレイケアです。では、なぜプレイケアなのか、順を追って説明していきます。プレイタイム社。まずは会社についてです。皆さんは、プレイタイム社の最初のヒット商品を知っていますか？そうです。ポピープレイタイム人形です。プレイタイム社が設立されたのは1930年。しかしそこから約20年間、大きなヒット商品は存在していません。それにもかかわらず、会社は存続していました。これは少し不思議ではないでしょうか。本当にプレイタイム社は、最初からおもちゃ会社だったのでしょうか。おもちゃ会社だったとしても、別の収入源が存在していたと考える方が自然です。そしてこの疑問は、地下に存在するラボへとつながっていきます。ゲーム内で発見されたアーキンス博士の手紙には、次のような記述があります。1960年代の遺物みたいな計画、ヤングジーニアスプログラム。この内容から、エリオットが未来の科学者を募集したこの計画が、1960年代のものであることがわかります。そして、このプログラムにはソーヤーも参加していました。では、この若い科学者たちはどこで研究をしていたのでしょうか。答えは、チャプター5の舞台となったラボです。しかしここで疑問が生まれます。大規模に科学者を募集しておきながら、おもちゃ工場の中でどのような研究をするつもりだったのでしょうか。この疑問から導かれるのは、プレイタイム社の地下にはもともと研究施設が存在していたという可能性です。もし当時からこのような設備が存在していたとするならば、それはおもちゃ研究ではなく、薬品や医療研究のラボだったと考える方が自然でしょう。実際、ラボで発見されたレッドスモークのサンプルも、開発初期から存在していたことが分かっています。この物質はラテン語で永遠の眠り、永久の夢を意味する言葉に由来しており、神経麻酔のような役割を持つガスである可能性が示唆されています。この点も、プレイタイム社がかつて医療研究を行う施設だったことを裏付ける要素と言えるでしょう。さらに興味深いのが、ラボに存在するリアニメーションという言葉です。リアニメーションとは蘇生を意味する言葉ですが、現代ではリサシテーションという名称が一般的に使われています。つまり、この言葉がそのまま看板として残されているということは、この施設がかなり古い時代に作られた可能性を示しています。もし巨大化実験の後に新しく作られた施設であれば、より新しい医学用語であるリサシテーションが使われるはずだからです。こうした点から考えると、プレイタイム社は1930年の設立当初、製薬会社としての研究施設を持つ工場だった可能性が見えてきます。そして地下ラボの建設には、ワレンバッチ社が関わっていた可能性もあります。その後、第二次世界大戦が終わり、世界は大きく変化しました。多くの企業が戦後の需要に合わせて事業を転換していきます。プレイタイム社もその流れの中で、おもちゃ会社へと転身したのではないでしょうか。戦後のベビーブームに合わせて事業を転換することは、当時としては珍しいことではありません。つまりプレイタイム社の歴史は、次のような流れで整理できます。プレイタイム社設立。製薬会社として研究施設を持つ工場だった。地下に第一ラボ建設。戦後、おもちゃ会社へ転身。そしてポピープレイタイム人形が発売されます。オリバー君、こうして検証していくと、プレイタイム社がもともと化学薬品を扱う研究施設だった可能性が見えてきます。ここで改めて、エリオットの疑惑について考えてみましょう。以前、私はエリオットが悪であるという考察を投稿しました。しかし様々な資料を照らし合わせていくと、全く逆の可能性も見えてきます。例えば、プレストンの告発文です。この文章では、多くの関係者の名前が罪人として挙げられていますが、そこにエリオットの名前はありません。すでに亡くなっているため、あえて書かなかったという可能性もあります。しかし、もし彼が孤児を犠牲にした張本人であるならば、事件の元凶として名前が挙げられてもおかしくないはずです。では、もし孤児を使っていなかったとしたらどうでしょうか。ここで浮かび上がるのが、もう一つの仮説です。オリバー君は人間ではなく、研究に使われていたチンパンジーだった可能性です。チンパンジーを使った実験は倫理的な問題から、2013年に原則禁止されました。しかし2005年頃までは、研究で使用されることも珍しくありませんでした。もしエリオットが孤児ではなくチンパンジーを使って研究をしていたとすれば、プレストンの告発文に名前が出てこないことも説明できるかもしれません。さらに、チンパンジーには模倣する習性があります。ケロッグ実験では、人間とチンパンジーを同じ環境で育てることで、人間の行動を学習するかどうかが研究されていました。チンパンジーと人間のハーフではないかと疑われた、実在のチンパンジーであるオリバー君。模倣する性質を持つチンパンジーという点も踏まえると、
その名前がモチーフとして使われている可能性も考えられます。この点は模倣という特徴を持つプロトタイプの性質とも重なります。エリオットがチンパンジーを家族のように感じていたなら、息子と呼んだとしても不思議ではありません。現実にも子供のための楽園を作った人物がいます。マイケル・ジャクソンです。彼はネバーランドという子供のための遊園地を作りました。この名前はピーターパンに登場する架空の島から取られています。ネバーランドとは子供が永遠に子供のままでいられる場所。マイケル・ジャクソンはその世界を現実で再現しようとしました。幼い頃からスターとして活動していた彼は多忙のため子供らしい生活をほとんど送ることができなかったと言われています。そのためネバーランドは失われた子供時代を取り戻す場所として作られたとも言われています。ベタープレイス。エリオットにもまた子供のための場所を作るという思想があったのかもしれません。実際1976年には孤児のための施設であるプレイケアが設立されています。これはまさに子供たちにとってのより良い場所、つまりベタープレイスだったと考えることもできるでしょう。もしそうだとすると、テープで語られるベタープレイスはまだプレイケアが存在していない時期の発言である可能性があります。つまり時系列としてはポピーの死の後、プレイケアが設立されるまでの間ということになります。エリオットはポピーを失った後、ラボの研究を利用して蘇生を試みたのかもしれません。そしてポピーの昔からの友達であるイマジナリーフレンドのオリバーの記憶をチンパンジーに転送する実験を行った可能性も考えられます。こうして考えると、エリオットは孤児や養子を傷つけることなく研究を進めていた可能性も見えてきます。そうだとすれば、赤い煙の中で聞こえたニュースも実際の出来事ではなく幻聴として受け取ることもできるでしょう。あるいはそれ自体がエディたちによる工作だった可能性も考えられます。もしそうだとするなら、物語の見え方は大きく変わります。本来は架空の存在だったはずの友達、その存在がチンパンジーという生き物を介して意識を持ってしまったとしたら、それは単なる研究ではなく非常に恐ろしい物語でもあるのかもしれません。そのオリバー君が望んでいたもの、それがベタープレイスだったのではないでしょうか。太陽の下で自由に遊べる場所、自分が本物の子供ではないと知っていたからこそ本当の子供のように過ごせる場所を求めたのかもしれません。そんなオリバー君の願いを叶えるために作られた場所、それこそがプレイケアだった可能性があります。しかしその思想は後に別の存在によって模倣されます。プロトタイプです。ネバーランドには子供だけの世界でありながら唯一の大人が存在します。それが海賊フック船長です。地下世界でも同じ構造が見えます。孤児たちの世界、そしてそこに存在する唯一の支配者、プロトタイプ。彼はエリオットの思想を模倣しました。しかしその意味を理解していたわけではありません。その結果生まれたのが模倣された楽園、歪んだネバーランド。それは本当にみんなにとってのベタープレイスだったのでしょうか。子供の頃に戻れればいいのに。ステラのこの言葉は一見すると子供の願いのように聞こえます。しかしその願いが本当に叶った世界があるとしたらどうでしょうか。子供だけの世界、大人はいない世界、永遠に成長しない世界、すべてはポピーのために。もう自分を偽るのはやめろ。嘘はいらない。もし地下世界がエリオットの理想を模倣した世界だとしたら、そこは本当にベタープレイスなのでしょうか。それとも理想を理解しないまま模倣してしまった歪んだ楽園なのでしょうか。そしてポピーは今その世界を壊そうとしているのかもしれません。本当に子供たちのための場所、本当のベタープレイスを取り戻すために。この考察が参考になったらチャンネル登録、高評価お願いします。やあ、また僕だよ、オーリー。ここそんなに悪くないでしょ。